ではまず簡単にサム関数を使いたいということにしましょう。もちろんこんな時にインダイレクト関数は使いませんが、例題ということで、しかもこれがデータベースにあるみたいな設定でいきましょうか。ここにサム関数を作ります。まず、サム関数以外の話になるんですが、インダイレクト関数だけではなく、いろんな複雑な関数や数式をこういう見にくいフォームの中、こうやっても見にくいですね。この中でsum if indirect とかですね、書いてるとですね、もちろん間違いも多くなりますし、見る人もこれどうなってんだと、メンテナンス性もすごい悪いんですね。やるとしたらここのいっぱい書かれてるのを一回ここに出してっていう感じで確認すると思うんですね。こういう一箇所に一つのセルやフォームの一つのフォームの中に全部をまとめて入れるっていうのは上級者だからやるとかですね、上級なやり方というわけではないんですね。一見まとまってるように見えて、メンテナンスも悪いし確認もしにくいし、あんまりいいことはありません。仕事の中で重要なのは、難しいことをやってるのを見せるわけではなく、正確にメンテナンス性のあるものを作ることが一番だと思うんですね。ということで、それを考えてインダイレクト関数をちょっと作ってみましょう。まずシートを作っちゃいます。データと間に作りましょう。俺のダイレクト。そしてここにまずお手本を作ります。自分が今作りたい参照文字列、これをですね、一回本当の参照文字を作ってからイコールを消します。すると答えが出来上がるわけですね。ここでまずインダイレクト関数に渡すものを作っちゃいます。シート列開始行終了行。シートはデータちょんちょんですね。開始列は A、 開始行は1、ここにちょんちょんがありますね。そして終了列も A、 終了の行は5。こうなるわけですね。このように変化させる予定のものを分解して作ってしまいます。このように作りたい参照文字列を分解していきます。最後コンカット関数でこのようにつなげるんですね。そうすると同じのが出来上がると思います。true ですね。そこでもし変えたくなったら、メンテナンスを考えて変えるようにしたいときはここを変えればいいんですね。最後これを使えばいいんですね。もし sum で使うんであれば sum インダイレクト関数、ここを読みに行ってカッコ15ですね。15になります。ここにはじゃあインダイレクト読み込みセル、こんな感じでつけておけばいいでしょう。つまりこれを見た人はここを読みに行くのねと、これが答えね、ここでつなげてんのねとわかるわけですね。いちいちこの中をこう見たりとかですね、こういうフォームのこういうところをこう目を凝らして見なくても良いということだ。このシートを見れば中でどうやってるかがわかると。そしてもし、ここでコントロールを使いたければコントロールでリンクするセルはこういうところの最終行最大値は5とかにしてやればいいんですね。ぴょん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 と変えられるよと。これはインダイレクト関数だけではなく、もういっぱいいろんな関数を組み合わせたりとかですね、難しい数式を入れるとき、こういうときにもう作業するシートを作っちゃうと。そしてそこに答えを書いておく。で、使うところには最小限の式で終わらせるようにする。さらにこれを分かりやすいかどうか分かんないんですが、ここでインダイレクトとしてこのアドレスを読み込む。カッコ閉じてやると、ここに数字が出るんですね。それをこのように読み込んじゃってもいいですね。そうすると数値を変えたところがここに反映されて見えるので、さらに分かりやすくなると。変化するデータ、こういう説明も付け加えられるところがセル上はいいところですね。
昔と違ってスペックは結構あるので、シートはいくらでも作れますし、セルはほんと無限あります。なので、こういう風な使い方をして惜しまず使っていけば、間違いも少なくて分かりやすいと思いますよ。